I'm レイカシののめ Please call me レイカ or のめちゃん I wear 七大崎メイクアップ Let's start! はい、というわけでですね、今回はナって皆さんわかりますか？大崎ナナちゃんのメイクを真似していきたいと思います。いやもうナナは本当に私もなんかすごい好きな漫画ですごいみんな絶対1回は参考にしたことがあるんじゃないでしょうか。やるのは本当に初めてなのでちょっと緊張ですね。まずはここナトとそのセンター分けにするので、そのための癖付けとして先にこうやって分けてガールで留めちゃいます。今回の下地はオリカの崩れ防止美容液ケアベースのグリーンを使っていきます。グリーンのカラーなので最初にあとなんか保湿とかもいろいろ入っているので、塗ってあげるポイントとして塗ってあげた時にこうやって押さえてあげてください。なんかこう顔をこうギュッギュッてちょっとずつ目はあんまこすらないようにこうギュッ上に向かってこうやってあげてください。で次は白くしていきます。ナナメイクはですね、結構眉毛も大事になってくるんですけども、こちらはヒンスのクッションファンデになります。一番白いやつですね。濃いめと言いますか、激しめに叩いていきます。皆さん今回はコスプレメイクではなくてマネメイクなので眉毛の形はちょっと今回はいじらないんですけど、コスプレメイクまでしたいよという方はですね、普通の文具用ののりあるじゃないですか。スティックのりを眉毛に塗ってもらって、そこの上からコンシーラーとかこういうのでこう消していただくと眉毛も消えます。アイシャドウですね、をやっていこうと思います。ナナメイクだと紫にするかグレーのパターンにするかどっちにするかっていう感じになるんですけど、グレーの方でやっていこうと思います。でこちらリセのリシェゼニーリッチアイズのアイカラーの GY7 番使っていきます。で最初ここですね、ここ使っていきます。で次からこれスモーキーアイにしていくので、下書きとしてこっちから塗っていきます。こっちから上から結構な大きさになります。ほんと塗りすぎかなってぐらい塗ってもらっていいです。全然今は結構目元が目元っていうか多分目が一番大変なので、カラコンの紹介はしてなかったと思うんですけど、こちらグレーのカラコンのアイクローゼットのヌードグレージュを今日は使っていきます。もっと発色いいのでもいいんですけど、今日はこちらでやっていきたいと思います。濃くしていきます。本当にね、塗りすぎかなって心配になると思うんですけど、全然塗りすぎで大丈夫なのでやっていってください。で下も塗っていきます。難しいところがありますけど、こんな感じで、はい。で次はセザンヌのブラックのジェルアイライナーで目を囲んでいきます。
全て囲んでください。下も囲みます。引いてない、引いてるです。めっちゃ変わると思います。後で整えるとして大体はこうですね。はい、アイライン続きやるんですけど、とりあえずはアイシャドウの方を完成させちゃいたいと思います。これのついてる銀のラメの方を塗っていきたいと思います。これ指でよくて、指でこう真ん中のライン塗ってください。こうやって。で、こっちもつけていきます。いきます。ラメの上ですね。で、これだけだとちょっと足りないので、キャンメイクのジュエリーシャドウベール、もっと銀がもっとラメが激しいやつを塗っていきます。今日だとこっちかな。すごいんですよ。はい、アイメイク続きやっていきたいと思います。横見のレインをここは後から直せるので、とりあえず今囲んでこんな感じなんだっていう風にしてください。輪郭を作っていきます。ユーグラムのアイブロウパウダーのグライン2の方を使っていきます。濃い方です。濃い方と2個目を混ぜて、ケイトのブロウハイライターで白のこうやってやって鼻につけてください。ここを取って鼻にここ鼻とがらした時にここもちょっとそうするとちょっと立体的なのでやっておいてください。はい、マスカラの前につけまつげをつけていきます。しっかりやつをつけていきます。横をつけて、真ん中つけて、シュッシュッシュッ。つけまつげつけるの下手すぎたので、白いところはこう黒のラインとかでまた再度直していきたいと思います。まだ信じられないと思うんですけど、マスカラまだ塗ってないんですよもうだいぶ目力あると思うんだけど、はい。でここでマスカラを塗って樹末と、つけまつげをなじませていきます。上手にねつけれる方だったら本当にね、そこまでつけなくてもいいかもしれないですけど、十分に目力あるんで。
始めました。こんなんしていきます。すると言ってもですね、ここに入れていきます。半目で一回混ぜませます。おお。ここまでできたら、次は、リップを塗っていきたいと思います。リップ、こちら、先にセザンヌの、ラスティングリップカラー N406 番を塗っていきます。色味はこういった感じですね。これだけで別にリップ終わるわけじゃないので、ベースの色って感じですね。そうね、これだと赤すぎちゃうんですよ。その7だと赤すぎてしまうので、動かしていただいたら次に、こちらもセザンヌのウォーターティントリップの7番、ちょっとどす黒いからなんですけど、ここから上から重ねていきます。はい、で、あまりこれだとすごくここがポンって開いてしまうので、キャンメイクのグローフルチークスの16番、ちょっとなんていうの、パープルっぽいのかな、ちょっと紫っぽいのをこうやってもらって、ここに薄く入れてください。ほんと薄くですね。本当になんか血色がゼロすぎるとちょっとさすがにあれなので、人間味がなくなっちゃうので、そうですね、人間感を一応取り戻すために入れる。はい、こんな感じです。で、斜めをもっと出したい方は眉毛の角度をこういう風に描いていただくともっと斜めが増すと思いますね。今回はそこまではせずに、ちょっとそうですね、コスプレメイクまではいけないんですけど、メイクは一応これで完成にしたいと思います。はい、次は髪の毛をやっていきたいと思います。はい、というわけで次は髪の毛をやっていきたいと思います。で、髪の毛はですね、さっきダッカールでこれを留めてておかげでちゃんとなってるんですけど、これを整えていきたいと思います。で、あと私7はショートかな、そう、リアムショートぐらいなんですかね、なんですけど、私ロングルーフなので、これでもだいぶちょっとかっこいい感じにはなると思うんですけど、ちょっとパンクメイクみたいな感じで、ちょっと髪の毛を前髪をこう散らしてあげると可愛い感じになります。斜めをもっと強くしようとしますとですね、アイロンで整えてあげてください。温まったらやっていきます。基本的にはここがちゃんと先端で分かれていればかっこいいですね。で、あんまりここをキュッと巻くっていうよりかは、こう、なんていうんだろう、こうざっくばらんにある感じの方が7っぽいとは思います。この横毛の下にこっちを入れてあげた方がいいですね。その方がこのこれから横毛も入れてあげる。で、ここですね。ここちょっとパラパラしてるとあんまり良くないので、
まとめ銃で有名なやつですね。これでパパッと直してあげてください。こっちも本当にね、アホ毛があると本当にやばいので、いいですね。こんな感じでいいと思います。良いのではないでしょうか。はい、というわけで、ナナメイクこれで完成にしたいと思います。もっとナナミが増すコツがもし知ってるよという方がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。ピニース。